開いている飲食店も増えてきたし、今日は何か美味しいものが食べたいな。そのセリフを待ってたよ。今回のテーマは、横浜家系ラーメン5000。3日に1回は家系ラーメンを食べるウプ主が、横浜駅周辺と京浜急行沿線でおすすめの横浜家系ラーメンを5つ紹介するよ。ラーメンか。久しぶりに食べたいね。詳しい生き方や、おすすめメニューも紹介するから最後まで見ていってね。ところで、そもそも家系ラーメンって何なの？まず、家系ラーメンというジャンルについて、少し説明するね。お店が早く知りたいという人は、概要欄の時間リンクからジャンプしてみてね。家系ラーメンは、横浜を中心に1974年以降に登場したんだ。今回紹介するお店の一つ吉村屋のように、名前に家がついているのが特徴だね。どこが元祖かという議論には諸説あるから、この動画では踏み込まないけど、大事なのは、実際に食べて美味しいかだと思う。古くからある元祖家系ラーメンでも、だんだんと味が落ちてしまったり、に新規店でも行列のお店もあるから、色々と食べ比べるのが一番だね。現在は全国に家系ラーメンがあるから、もはやラーメンのジャンル名として成立していると言える。ただ、この要素は欠かせないという条件もいくつかあると思う。スープ、麺、具材の順に見ていこう。スープは豚骨醤油ベースがメインだよ。お店によっては、味噌や博多風のスープを選べるところもあるから、そこら辺は好みに合わせて注文できるよ。最初は豚骨醤油を注文してみて、たまに、味噌に変えてみるとかなり味わいが変わって、美味しいよね。スープを変えてもちゃんと美味しく調整できるかどうかも、お店の実力が現れるポイントだと思うよ。次に、麺だけど、太いストレート麺が特徴だよ。他の中華麺と比べて、短く太い卵麺を使っているよ。家系の麺のもちもちした食感が好きな人も多いよね。次に、具材だけど、まずチャーシュー。厚切りのものが多いけど、結構、お店によって味にこだわりがあるし、チャーシューが美味しいかどうかでお店の人気が左右される重要な要素だと思う。なので、新しいお店でメニュー選びに困ったらまずチャーシュー麺を頼んでみることを強くおすすめするよ。卵は、味付き卵のお店も多いけど、うずらの卵を何個か入れるお店も多いね。海苔は、5、6枚を扇形に入れるお店が多いかな。たまに、食べてる途中で、丼の外に落ちてしまったりするから、最初にお箸で、スープ側に折っておくと食べやすいと思う。他に、ほうれん草やネギも入っているお店が多いね。自由にトッピングが追加できたり、麺の硬さ、スープの味の濃さ、油の量なんかも調整できるお店が多いかな。初めて行く人は、まずは、普通で頼んでみるのが良いかな。余談だけど、外国人の方は、コーンのトッピングが好きな人が多いみたいだね。外国人の同僚と食べに行くと、コーンをマシマシにしていてびっくりしたよ。好みに合わせて、味やトッピングを変えられるのは嬉しいよね。チャンネル登録もよろしくお願いします。さあいよいよお店紹介。まずは横浜駅から歩いて行けるお店からだね。1軒目は、家系総本山吉村屋だよ。このお店は、家系ラーメンの老舗として有名で、のれん分けしたお店も、横浜市内に多くあるよ。スープ、麺、チャーシューとどれをとっても美味しいと感じられる一押しの店だよ。特に、ローストされたチャーシューが香ばしくて、とても気に入っているよ。なので、ぜひ最初はチャーシュー麺を注文してみてね。横浜近辺の家系ラーメンでどこか一軒と言われたら確実に候補に入るお店なので、ぜひ一度行ってみてほしいよ。行き方は、横浜駅西口を出て、ビブレ方向にまっすぐ進んだところにあるよ。西口は、高島屋や相鉄線の駅がある方だね。意外と距離があるから、ゆっくり歩くと10分くらいかかるかな。営業時間は、11時から22時までだよ。かなり行列ができるから、食事時だと1時間くらいは並ぶ感じだよ。おすすめは、3時から4時くらいが比較的空いてて入りやすいかな。ちなみに列に並ぶ前に、まず店内の券売機で食券を買うスタイルだよ。2軒目は、ゴルメン。横浜本店だよ。ゴルメン？ゴールド麺の役みたいだね。もともとは、藤沢や平塚方面で人気だった松一屋が、横浜進出してきた系列店だよ。比較的あっさりした豚骨醤油が特徴的かな。なので、あまりコテコテのスープは苦手という人にもおすすめできるお店かな。女性にも人気があるから、デートとかで行くには良いかもね。このお店は、特につけ麺に力を入れていて、おすすめなのは、全トッピングが入った全部のせ黄金つけ麺だよ。横浜駅西口から徒歩10分ぐらいで、場所的にはさっき紹介した吉村屋からも近いから、メニューや混み具合を比べてから入るのも良いと思う。営業時間は11時から深夜2時までとかなり夜遅くまでやっているよ。出張や飲み会の後とかにも良さそうだね。毎日営業だから、その点もありがたいね。3軒目は、町田商店横浜駅前店だよ。このお店は、とにかく具が多くて、他のお店に比べて濃厚な豚骨スープのお店だよ。
麺も太いからボリュームを求めたい人にも良いかも。特におすすめは、ネギチャーシュー麺だよ。濃いめのスープで、麺とチャーシューを楽しみつつ、ネギを食べることで、箸休めできるから、スープの濃さがうまい具合にマッチするんだよ。がっつり食べたい時には良いね。場所は、横浜駅北口から徒歩10分ぐらいだよ。大通りに面しているからわかりやすいと思う。営業時間は、11時から深夜3時。このお店も毎日営業だから、ありがたいね。4軒目は、横浜駅から少し離れて、京浜急行線の杉田駅または、根岸線の新杉田駅近くにある杉田屋だよ。このお店は、最初に取り上げた吉村屋直系の家系ラーメンなんだけど、その中でも特に、スープ、チャーシューの味が美味しいお店なんだ。人によっては、杉田屋の方が好きだという人もいるからぜひ、食べ比べてほしいね。おすすめはやっぱりチャーシュー麺だけど、和風新杉田ラーメンもさっぱりしていて美味しいよ。杉田屋といえば、店長の津村さんが、東大卒ということでも有名だよね。東大を出て、吉村屋で過酷な修行をした後独立したという異色の経歴が話題になったりもしたね。場所は、新杉田からだと駅から線路沿いに5分ぐらい歩くとすぐに到着できるよ。京急の杉田からだと、一度、新杉田駅まで移動するから、さらに5分ぐらいかかるね。このお店は、営業開始時間がとても早くて、朝5時から、深夜1時まで営業しているよ。新杉田から杉田への朝の乗り換えがてら利用する人とか、朝ラーメン好きにはたまらないお店みたいだね。定休日は日曜日だよ。5軒目は、金八屋ラーメンだよ。金八先生みたいだね。友達にもよく言われるけど、金沢八景から取って、金八みたいだね。元祖家系ラーメンの一つ六角屋系の家系ラーメンで、マイルドな醤油豚骨スープが魅力のお店だね。そしてこのお店は、特に焼き餃子がとても美味しいので、ぜひ、ラーメンと一緒に注文してみてほしいよ。うぷ主が高校時代から通っているお店だけど、かなりおすすめできるお店の一つだよ。行き方は、金沢文庫駅から歩くか、シーサイドラインの海の公園南口から歩く方法があるけど、どちらも10分ぐらいで到着できるよ。シーサイドラインは、さっき紹介した新杉田と金沢八景の間をつなぐモノレールなんだけど、横浜八景島シーパラダイスに行く手段として利用する人が多いね。横浜観光で、八景島シーパラダイスに遊びに行くついでに寄ってみるのも良いかもね。営業時間は、昼の11時から夜10時までで、火曜と祝日、第3水曜日が休みだよ。今回は横浜駅と京急沿線を中心に、おすすめの家系ラーメンをごつ紹介してみました。どのお店も美味しそうで迷うね。一軒ずつ食べ比べてみたいね。そうだね。家系ラーメンは本当に多くのお店があるから、うぷ主も新しいお店に出会うたびにワクワクしてるよ。横浜に寄る際は、ぜひ今回紹介したお店も覗いてみてください。また、皆さんのおすすめのお店もぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。